ございます。6時になりました。今日は朝ごはんでちょっとお菓子を1袋開けていきたいと思います。4日の8時になりました。今日で4日目になります。お疲れ様です。ここに猫がおります。今朝もウォーキングしてきました。ちゃんと体拭いて、でタオル臭くなくなるまで一応洗濯もして、お尻拭き80枚入りのやつがもうほとんど薄っぺらくなって、多分残り10枚程度になってます。こういうパック80枚入り1つあれば、とりあえず3日はいけるんだろうなっていう感覚が分かりました。今日も昨日と同じ服を着回してるんですけど、パンツだけは使い捨てのものを今日の分取り替えたんですけど、これから実際に使った使い捨てパンツの実物をお見せするので、苦手な方はちょっとスキップなりちょっと飛ばしてください。はい。で、これがパンツのここの横の部分です。で、見ていただいたらわかるんですけど、なんかね、綿毛みたいにふわっふわになっちゃって、で、もちろん穴も開いてるんです。こんな感じで。で、これでもう痒かったし、こうやって横を引っ張り上げるときに指が入ってって、で、穴が開いてっちゃうんですね。なので、本当に1日が限界。1枚につき1日が限界です。やっぱりお湯を使って陰部をきれいにできないと、なんかちょっと不快感というか、携帯ウォシュレットを使って丁寧に洗うとか、特に何て言うんですかね、ここにある毛の部分みたいなところ、あそこが意外と3日目とかしてくると、ちょっとかゆみとかいろいろなものを発し出してきました。でね、普段の生活で3日お風呂に入らないってことはまあないんですよね。まあせいぜい2日とか、もう夏場は基本毎日1日2回とかシャワー浴びる生活してたんで、肌に関してはタオルで抜いてれば割とサラサラしてるし、そんなに香りは悪くないんですけど、今回1週間チャレンジで1週間かなり私の中で限界値かなっていう気はしてますね。残り丸だいたい4日分ですね。頑張りたいと思います。この4日間、私はまだ頭は1回も洗ってないんですよ。前髪はもうないオールバックな、本当に一番手間のかからない髪型してるっていうのもあるんですけど、はい、これが私が普段使ってる石鹸シャンプーとリンスです。でね、今これ EM ってついてるんですけど、別に EM がいつもついてない普通の石鹸シャンプー使ってます。まず、環境に優しいっていう面が一つ大きいんですけど、私20代の頃に当時テレビ CM とかやってて、流行ってたシャンプーとコンディショナーを使って生活してたら、めちゃくちゃ頭皮が荒れたんですよ。もう真っ赤になって、炎症を起こして痛いぐらいになってしまって、でそれから皮膚科に通ってしばらく薬とか使ってて、収まったんですけど、原因はどうやら当時使ってたシャンプーとコンディショナーだったんですよ。市販のシャンプーとかリンス、私の肌には合わないなということで、たどり着いたのが、わりかしシンプルな素材でできている、こういう石鹸シャンプーとかリンスなんですね。で、別にこれを一押ししてるっていうことでもないんですけど、もう私正直これすらちょっときついぐらいで、週1とか週2、週1ぐらいで泡を立てて洗うんですけど、もう私の友達には完全に湯シャンで一切洗剤使ってないっていう人もいるぐらい、体質にもよると思うんですけど、意外とお湯でしっかり流しとけば、体から出てくる油とかそういう成分だけで清潔が保てる人っていうタイプの人も多分多いと思うんですよ。こういうダイソーとかで売ってるペーパーソープ、こういうのも例えばキャンプとか行って手が真っ黒に炭で汚れたりとか、なんかお肉料理とかして手が油ギトギトになったりとかした時には、こういう石鹸っていうのを使うんですけど、それ以外の時にはほとんど私もお水だけで軽くぬるま湯程度で手とか肌とかそういうところを洗うようにしてるんですよ。で、私実はもう40代に入ってからしばらく全く化粧もしない生活になってて、でお風呂上がりにちょっと前までは化粧水とかもつけてたんですけども、最近全く化粧水すら使わなくなってきたんですね。だからこの8日間肌ケア一切してないんですよ。
正直これは人におすすめできないとは思うんですけど、実際私肌が綺麗なわけでも何でもなく、絶対おすすめしてるわけじゃないんですよ。ただ今回のこのチャレンジを通して一例としてご紹介させていただくのであれば、私みたいな割と洗剤とかをあまり使わない生活をしている人だと、災害が発生した時に、体を拭くとかぐらいでそこまで急激に悪化しないんですよね。なだらかに徐々に悪化はしていくんですけど、ただ保湿剤だったりシャンプーリンスを毎日使ってて化粧をしてたりとかっていう人が突然災害でそれができなくなりましたってなると、急激にガクンと落ちるわけなので、変化の度合いが激しいので、それで肌トラブルだったり不快感みたいなのがすごい出てくる可能性があるんですよ。で、今回私の紹介するグッズの中には肌ケア商品、一般的な日本人女性が必要とするようなアイテムがほぼ含まれてないんですね。お水のいらないシャンプーとかってあるじゃないですか。ああいう頭につけてゴシゴシすると頭がすっきりするみたいな、あれもともと私の防災グッズの中には含まれてなくて、4日経っても普段通りなんですよ。髪の毛もそんなに変わらない。でもそんなに私も40代で油がそこまでたくさん出てくるような体じゃないので、普通にこういうウェットティッシュとかで皮拭く程度で全然落ち着いてる状態です。トータルコストで言って化粧品もないし、化粧落としもないし、保湿剤もないし、シャンプーリンスもほとんどお金のかからない状態っていうのになってるので、めっちゃ節約にはなってます。見た目は私もこだわんなくなっちゃって、本当におっちゃんみたいなおばちゃんみたいな顔してるんですけど、でも多分誰も気にしないよなっていう。はい、それで天井部分完全に崩壊したので、ちょっと抜本的にやり方を変えなきゃいけなくなってしまいました。残り4日トイレルームを再構築するのにちょっと今日は頑張ろうと思います。それとあともう一つ大変なことが起きたというか、昨日の夜とうとう夫がなんか匂う、臭いって言い出したんですよ。なのでもう袋の状態で室内に置いておくのは丸3日が限界でしたっていうか、もう1日目2日目で普通は断念した方がいいと思います。で、今回はちょっと頑張って3日書いてみたんですけど、やっぱり匂うよねっていう夫に言われて、でも私もちょっと鼻が麻痺してたんでしょうね。そこまでと思ってなかったんですよ。で、結局この蓋付きバケツの中にこれ1日2日分が入ってます。こっち3日目分が入ってます。で、蓋付きバケツに入れることで物理的に遮断して、ようやく匂いが収まりました。で、よくよく考えてみれば、私いつも車内で使ってるウェイクではトランクカーゴで、私のテントムシっていう軽キャンの方ではペール缶使ってるんですけど、要するに物理的に密閉できるというか遮断できる大きな箱を両方とも持ってたんですよ。だから狭い車内でもそんなに匂いが気になったことはないんですね。で、結局どんだけ防臭袋と性能がいいものを多分買ったとしても、こういうビニールはアンモニアはやっぱり通過しちゃうんですよ。で、アンモニア臭がどうしても出てきちゃうんで、これは200円のやつなんですけど、これ座れるボックスでダイソーで新発売してる500円のやつなんですよ。で、これで2日分ぐらいでこの1箱埋まるんで、だから結構な量出てきましたよね。で、これが今3日目の分が入ってて、今日4日目なんで、これで1、2、3、4日分でしょ。だからあともう1つか2つ蓋付きバケツを用意しないと1週間置いとけないなっていう感じになってきました。普段私車中泊で1回分2回分のトイレのゴミを入れるのに、このダイソーの結構分厚めなウォーターバッグ、ドライバッグっていうのを使ってて、これ完全防水になるんですけど、それでも1日ぐらいするとふんわりアンモニア臭って匂ってくるんですよ。しかもこの素材自体にアンモニア臭みたいなのが移っちゃって、なかなかそれがこの匂いが取れないっていう状態なんですね。なんでビニール系、こういう柔らかい素材のビニールで汚物を保管するっていうのはちょっと不可能ですね。で、こういうプラスチックのハードケース
で蓋付きのものっていうのを用意されておくと、こういう災害時に室内である程度の期間だったらお物を保管できるっていうのは逆に言えるようになったと思います。ちっちゃな車でもこのくらいの容量だったらギリギリ入らないかな、足置きにもなりますので入るんじゃないかなって思うので、これはいいと思いますよ。だいたい12時になりました。気温は28度です。まあまあ暑いです。それで今日のお昼ご飯はこちらの日清のソース焼きそばに行ってみたいと思います。ダイソーに置いてある1個100円のタイプでチキンスープがついてるんですけど、チキンスープまではいらないかなと思うんで取っといて、ソース焼きそばだけ食べようと思います。汁物で熱いものよりはソース焼きそばの方がまだ今の気温食べやすいかなと思って、めっちゃ多分作ってる間匂いが出るんで、避難所とかではなかなか食べづらいタイプの備蓄ですね。210ml だからペットボトル1本分使うんですよ。なんで消費量も多いんで、焼きそばは結構災害用備蓄としてはあんまり向いてるとは言い難いですね。でしかも湯切りで排水も出るじゃないですか。匂いも強いし、だから防災備蓄と向きではないんですけど、まあでも食欲がなくても案外焼きそばって食べやすいのかな。今なんかざっと見渡して他のカップ麺とかもあったんですけど、唯一食べようかなって気になったのがこの焼きそばでした。これマルチポットは注ぎ口みたいなのがついてるので、ケトルとしても使えるし、お鍋としても使えるし、あと炒め物とかもできる感じで、本当にマルチプレイヤーなので、これ排水がすごい下水の匂いみたいな匂いがしてきましたよ。でこれでまたあったかいいい感じのお湯を降り注いでしまうので、この中は雑菌が繁殖し放題になるはず。恐ろしい。ほぼほぼ満水ですね。やばい。個人的にはちょっとおいマヨとかしたいですよね。はい、完成しました。子供が喜んで食べそうなおやつっぽい味。はいね、ごちそうさまでした。というわけで今日はもう壊れてしまったトイレを抜本的になんとかするために、ちょっとまた近所のダイソーに行ってこようと思います。雲一つない青空です。暑い。はい、ただいま戻りました。暑い。もうね、お店の中がすごい極楽で涼しくて、やっぱクーラーって便利なものですね。買ってきたのはこちら。クランプ。ダイソーで C 型クランプ、セリアで同じ C 型クランプのちょっと小さい版で3つ買ってきました。これでトイレの天井と壁を強力にくっつけていきたいと思います。それではここの4日間お世話になった養生テープを剥がしていきたいと思います。はい、なんか軽く跡は残ってますけど、一応大丈夫かな。傷はついてないです。うちはもう家汚いんでそのままつけたんですけど、さらに養生したいんだったら段ボールとか何かちょっとかませるとかした方がいいかもしれないです。はい、これでしっかり止まりました。はい、これで3箇所クランプでロープを留めてしっかり固定することができました。もうこれで毎日何回もこの天井部分直さなくて済むんじゃないかなと思います。1日2日だったら多分ガムテープでよかったんですけど、7日間は長いですね。結構このブルーシートちょっと養生テープを剥がしたぐらいでもうあっという間に穴が開くんで、使用用途としては目隠しに使うくらいのブルーシートとして扱うのがちょうどいいと思いますね。どんどん穴開いてっちゃうよこれ。ちょっと動くと本当に汗がブワーっと出るんで、塩タブレットが美味しい。これを飲んでみたいと思います。
でもあんまり評判が良くない甘味料のアセスルファム K っていうのが入ってますね。こっちの方が甘味料的にはあんまり不安なものではないブドウ糖って書いてあります。でもね、なんか世の中の安いブドウ糖って遺伝子組み換えのトウモロコシからできてるとかなんとかいう噂もあるんで、どこまで気をつけるかわかんないですけどね。次からはじゃあポカリスエットにしようかな。はい、それでこのミニタブなんですけど、実は2つ買ってあります。やっぱりどのくらいこの商品が耐久性があるのかわからないのと、こういう季節商品って1回売り切れると次に入手ができるかわかんないんですよね。なので気になる商品はいつも2個まとめて買ってしまう癖があって、良くないと思います。はい。こんな感じで男の人の手のひらサイズくらいのバスタブができました。これを洗い受けにしようと思います。ただ防災バッグもかなり厳しいことになると思うんで、防災バッグに入れるべきか入れないべきかで言ったら入れなくてもいいと思うんですよ。ただね、YouTube とかで見てて、これを海外旅行に持ってく人がいるっていう話をちょっとちらっと聞いたんですよ。バックパッカーみたいな感じで各国回るじゃないですか。でやっぱり服を洗濯したいってなった時に、いちいち洗い分けとか、コインランドリーとかに出費してたら大変なことになるので、旅行カバンにこれくらいだったら入ると思うんで、どちらかっていうと洗濯を必要とするような長期旅行者向けにこれはいいかなって思います。これもね、やっぱり水がかなりふんだんに使える状況になってからじゃないと、洗い物って本当にお水をジャブジャブ使うので、これでペットボトル1本分ぐらい入れるとこんな感じです。こんな感じで、やっぱりビニール袋の中に入れて洗うんでもお水は最小限にはなると思うんですけど、こっちの方が汚れをしっかり洗えるようなサイズ感にはなりますね。格段に洗ってる感がします。もうすぐ家族のお迎えとか夕食作りに行かなきゃいけないんですけど、今日も一日暑かったのでまたタオルで体を拭きました。本当に洗濯に使う水がどんどん増えてきてる気がしますね。実際災害がどのくらい長引くかっていうのは本当にわかんない。現状日本の場合だったら給水車みたいなのが遅くても1週間くらいには来るんじゃないかなっていう予想なので、とりあえず1週間家に備蓄してあって断水耐えられればいいかなっていう感じですね。まずは台風、大雨、地震と火山の噴火などによる近隣地方で起こりやすい災害に対してそれぞれ備えられるしかないと思うんですよ。うちね、本当に原発に囲まれてるんですよ。福井県嶺南地方。もう助けて。なんか起こった場合、もう逃げられないですからね。考えるだけで鬱です。はい、6時過ぎまして、家族にご飯を食べさせてきました。作りました。で、すいません。本当に一口だけなんですけど、お味噌汁の味見するのに、自家製味噌のお味噌汁を一口だけ飲んじゃいました。めちゃくちゃ美味しかったです。もうね、味噌もね、備蓄にはすごくいい食材なんですよ。胃腸を整えるのにすごくよくて、で、賞味期限がないんですって。なんか賞味期限がないのは蜂蜜と塩と、あと味噌ぐらいかなって言うんですけど、で、今回新品の服を着てるじゃないですか。新品の服だからまだこんな程度で済んでるのかなって思うんです。で、防災備蓄の着替えに古着をご用意されている方も多いと思うんですよ。で、古着はコストが一番かからないんでいいんですけど、もういろいろ雑菌とかなんかカビとか多少すでについてるものからスタートじゃないですか。で、それで何日も着替えられないとなると、多分新品から比べるとすごい不快感が出てくると思うんですね。防災用に着替えを用意するんなら、なるべく新しめの服とかちゃんと殺菌されてる服がいいなって思いましたね。それでは今日の夕食は既視感あるんですけども、鶏の缶詰とまた野菜ジュース1本いきたいと思います。
めちゃめちゃ生地感ありますね。同じですね、ほとんど。じゃあ鶏いただきます。うまっ。美味しい。最高のつまみですね、これは。野菜ジュースになんか救いを感じてます、今。はい。0% になりました。はい、93% で、はい、100% になりました。やっぱり 20W で爆速で充電すると3時間ぐらいで早いですね。